こんにちは。前回の動画では、A103850 系を空割りして、リップロか、CPU の温度が約20度下がることを確認しました。今回は、前回の作業中に思いついた、面白いアイデアを試してみたので、紹介します。おまけもあるので、最後まで見てね。きっかけは、リキッドプロの熱伝導率 82W/m ケルビンってどんなもんなのと思ったことでした。ウィキペディアで調べてみると、リキッドプロの熱伝導率はだいたい鉄と同じということが分かったのですが、熱伝導率が桁違いに高い物質があることに気づきました。カーボンナノチューブ塗ったら、マシャドなんじゃね？ということで、カーボンナノチューブを Amazon で探してみたのですが、95,850円、213,409円、255,631円。カーボンナノチューブは、お財布に対して893だということが分かりました。ということで、お財布に優しいこいつを買いました。銅のテープです。銅の熱伝導率は 400W/m ケルビンなので、リキッドプロの約5倍です。厚さ 0.1mm なので、CPU コアとヒートスプレッダの間にも貼れそうです。銅テープの性能を確認していきます。前回、アロンアルファで接着したヒートスプレッダを外します。ヒートスプレッダを外すとこんな感じでした。液体金属のおもらしはなかったようです。次に、CPU の基板に残っているアロンアルファを剥がし剤で拭き取ります。これが結構大変で、30分ぐらいかかりました。綺麗に拭き取れました。CPU コアの液体金属を、エレクトロニッククリーナーで拭き取ります。できました。コアの傷や欠けもないようです。銅テープを貼っていきます。長さ 20mm を2列に貼れば、ちょうど良さそうです。慎重に位置合わせをして、空気が入らないように、端から貼り付けました。2枚目も同じように貼り付けます。最後に綿棒で空気を抜いときました。できました。CPU コアが銅でコーティングされているようです。ヒートスプレッダーをアロンアルファで接着して、完成です。CPU グリースは前回と同じ MX4 です。そして、前回と同じリテールクーラーを取り付けました。スイッチ、オン。問題なく起動しました。今回は銅テープを貼っただけなので、特に問題は起こらないはず。どういうことでしょうか？まだ CPU に負荷かけてないんですけど、銅の熱伝導率ってリキッドプロの5倍じゃないんですか？
小1時間考えましたが、よくわからなかったので、とりあえず、CPU に負荷をかけてみました。サーマルスロットリングが機能していて、CPU 使用率が 100% になりませんでした。ちょっと何が起こっているのか、わからなかったので、ゴーグエ先生に聞いてみました。先生は、接触熱抵抗、なるものを、教えてくれました。接触している金属と金属の間には、必ず隙間があるそうです。この隙間にある空気は、熱を効率よく伝えられないため、二つの金属の間に、温度差が生じます。今回の場合、CPU コアとヒートスプレッダーの間の隙間に、液体金属を充填し、温度差を小さくしていたのですが、液体金属から銅テープに変更したことで、解約となってしまったようです。勉強してお腹が減ったので、お正月で残っていた餅を焼いてみることにしました。CPU は銅テープは剥がして、液体金属に戻してあります。餅は砂糖の切り餅、4分の1カットを使いました。結論を言うと、この状態で餅は焼けませんでした。先ほど勉強した接触熱抵抗によって、ヒートスプレッダーから餅に熱が伝わらないため、餅が焼ける前に CPU の温度が上昇してしまい、マザーボードの安全装置で電源が落ちます。接触熱抵抗を小さくするために、バターを塗ってみることにしました。ヒートスプレッダーに直接塗るのは怖かったので、角バットの蓋を鉄板の代わりにします。ヒートスプレッダーと角バットの蓋の間は CPU グリースを使っています。吸熱する面積を大きくするため、餅も一切れを使います。バターを塗る前より改善はしましたが、油断していると、CPU 温度が120度を超えてしまうので、頻繁にひっくり返す必要があります。餅の表面が柔らかくなってきたなぁ、と思っていたら、CPU 温度が127度を超えて、電源が落ちてしまいました。こういうの期待していたんですが、無理そうです。食べてみることにしました。見た目よりも、火は通っていて、2分の1くらいは食べられました。バター醤油味で、意外と美味しかった、かも。CPU で餅を焼くのは、難しそうなので、お雑煮を作ってみることにしました。味付けは、松茸の味です。餅は4分の1カットです。水の熱容量が大きいからでしょうか。餅を焼いている時よりも、CPU の温度が安定しています。そろそろ、できたでしょうか。